夜のパリ。きらびやかな街灯に照らされ、セーヌ川が静かに流れる。ノートルダム大聖堂の先頭は月光に浮かび上がり、観光客たちの足音が石畳にこだまする。だが、このロマンチックな都市の地下にもう一つの街が存在していることをどれほどの人が知っているだろうか。その地下都市は数百万体の骸骨が眠る死者の街、カタコンブ・ド・パリ。無数の人骨が壁を埋め尽くす地下の迷宮である。この死の迷宮にはある不可解な噂が存在する。それはかつて迷い込んだ探検者が謎の扉を見つけたまま消息を絶ったという話。扉の先に何があるのか誰も確かめていない。あるいは確かめた者がいたとしてももう二度と戻ってこられなかったのかもしれない。18世紀末のパリ。かつてこの町は深刻な墓地の過密問題に直面していた。あまりに多くの死体が一箇所に埋葬されたため、悪臭が町を覆い、感染症が流行。政府はついに郊外に点在していた石灰石採掘場の跡地に死者を移すという苦渋の決断を下す。こうして約 600km に及ぶ地下空間に600万人分の人骨が整然と積み上げられることになる。頭蓋骨が壁となり、脛骨が柱となり、地下のトンネル全体がまるで死者の建築物のように変貌した。パリの人々はこれをカタコンブと呼んだ。ラテン語で地下の埋葬所を意味するこの空間はやがて都市伝説の温床となっていく。なぜならそこに地図に載らない通れぬ道が存在するという噂がいつからかささやかれ始めたからである。カタコンブには公式ルートとは別に無数の立ち入り禁止区域が存在する。元は鉱山だった場所に人骨を運び込んだため、構造は極めて複雑で入り組んでおり、正確な地図すら存在しない。そしてその非公開区域に扉があるという。扉は錆びた金属製で、半ば崩れかけた骨の壁の奥に隠されている。照明も届かないその一角で、かすかにきしむ音が聞こえるという者もいる。地元の都市探検家、カタフィルと呼ばれるが、これをレスポーツパーデューズ、失われた扉と呼ぶ。入ったものが戻らなかった場所と。実際2000年代に入り、非公式にカタコンブを探索していた若者の一人がある日突然失踪したという報告がある。彼が最後に撮影していた映像には
ぼんやりと錆びた扉のようなものが映っていたというが、その記録は後に技術的な問題で再生不能になったとされている。ただの噂か、それとも真実か。カタコンブに見せられたものは少なくない。死者の町の奥へさらなる探検を求めて潜り込む者たちが後を絶たない。彼らは時に友人同士で潜入し、壁に落書きを残し、時に音楽イベントすら開く。だがその中には戻ってこなかった者たちも確かにいる。1990年、地下探索中に消息を絶った男性のカメラだけが発見された。その映像は現在、カタコンブの都市伝説を語る上で最も有名な資料の一つとなっている。映像には奇妙なことが記録されていた。狭い通路を何かから逃げるように走る撮影者。カメラが何度も落ちるように揺れる。そして最後にはカメラを置いて走り去っていく。突然画面が暗転する。それが彼の最後の映像だった。この動画には重たく閉ざされた鉄の扉が映っていたと噂される。この映像は後にザ・ロスト・フッテージ・オブ・ザ・カタコンブ、カタコンブの失われた映像としてネット上で広まり、多くのホラー愛好家やオカルト研究家の注目を集めた。映像の信憑性については未だに意見が分かれる。フェイク映像と断定する者もいれば、政府が詳細を隠蔽していると主張する者もいる。実際パリ警察と文化庁はこの件について公式にはコメントしておらず、地下探索の許可を一部厳格化する方針を打ち出したに過ぎない。だが地元の住民の間では今もあの扉は実在すると語る者がいる。中には扉の奥でささやき声を聞いた、誰かに見られていたと証言する者すら。失われた扉の先にあるものは果たして何なのだろうか。かつて秘密結社が使っていた儀式の間、ナチスが隠した極秘兵器の保管庫、あるいはもっと深い異世界とつながる通路。そんな荒唐無稽に思える仮説を誰も完全には否定できないのがカタコンブの不気味なところだ。なぜならパリという街自体が死者と共に生きている都市だからである。石畳の下に眠る無数の骨たち、彼らは今も訪れるものをじっと見つめている。その眼下の奥で何かをささやくように。もしあなたがいつかパリを訪れることがあれば、びっくりするほど普通の住宅街の地面に小さな地下の入り口があるのを見つけるかもしれない。鍵はない、柵もない。ただひっそりと開いたその暗闇に
何かが誘っているように見えることがある。その先に何があるのか、それを知るためにはたった一つの方法しかない。自分の足であの扉を開けることだ。ただし覚えていてほしい。扉の向こうへ入った者が再びこの世界に戻ってこられるとは限らないということを。おしまい。